皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢について、主にトランプ大統領の発言について取り上げていこうと思います。現在トランプ大統領はプーチン大統領との間でウクライナの停戦交渉を行うべく下準備を行っています。この停戦交渉ではロシア側が承諾しやすいような形での条件提示が行われているとされ、そのためウクライナやヨーロッパが交渉の席に同席することも許されないような状況となっています。そして大統領選挙の時にトランプ大統領がウクライナ支援に否定的な意見を出し続けていたことはどうやら本心だったようです。大統領選挙の最中における発言は主にはバイデン政権を批判するための一つの選挙戦術だった可能性があったわけですが、今は大統領になっているわけで、ウクライナ支援に反対しているというのが今のトランプ大統領の本心であったことが判明しつつあります。停戦交渉でロシア側にとって有利な条件を掲げて交渉し始めたこと、そしてトランプ大統領は本心を隠す必要がなくなったことから、どうやらゼレンスキー大統領に対する批判を口にし始めています。ただし、その批判の根拠となっている情報については、プーチン大統領が積極的に拡散してきたプロパガンダメディアによる嘘情報といったものが大量に入り込んでおり、プーチン大統領の高笑いが残念ながら聞こえてきそうな状況となっています。トランプ大統領の発言を見ておきましょう。ゼレンスキー氏は独裁者。トランプ大統領がロシアに同調。トランプ大統領は自身の交流サイトでウクライナのゼレンスキー大統領について選挙を経ていない独裁者だと批判した。ゼレンスキー氏の正当性を疑問視するロシアのプーチン大統領に同調した。ゼレンスキー氏が米ロ主導の和平交渉に不快感を示したことを受け、トランプ氏との鞘当てが続いている。トランプ氏は投稿で、ゼレンスキー氏は選挙の実施を拒否したとし、迅速に行動しなければ国を失うことになると警告。バイデン政権やヨーロッパは和平に失敗したと糾弾した上で、米ロは戦争終結に向けた交渉を成功裏に進めている。トランプ政権だけが成し得ることだと誇示した。一方、ゼレンスキー氏も、私の支持率は 57% だ。ロシアの偽情報にとらわれているトランプ氏に同情していると反発した。また、ロシアによる侵略という一番の前提となる話についても、トランプ氏は修正をかけようとしています。トランプ氏、ロシアとの戦争はウクライナが始めたと主張。トランプ氏は、私にはこの戦争を終わらせる力があると思うし、うまくいっていると思う。だが、今日、ゼレンスキー氏の我々は招かれなかったという声を聞いた。あなたたちは3年もそこにいる。3年後に終わらせるべきだった。始めるべきではなかった。取引をすることもできたはずだ。と、ウクライナについて誤った主張をした。ウクライナは戦争を始めていない。2022年2月に、ウクライナを侵攻したのはロシアのプーチン大統領だ。トランプ大統領は、ウクライナのために、ほぼ全てのウクライナの土地を彼らに与え、誰も死ぬことのなかった取引ができたと主張。だが、彼らはそのようにしないことを選んだと結論付けた。トランプ氏は、ゼレンスキー氏に対して支持率は 4% だと根拠もなく主張した。まず、ゼレンスキー氏の支持率については、ウクライナ国内で調査が継続的に行われています。ゼレンスキー氏がそもそも大統領に就任したのは、彼がコメディアン出身で政界の腐敗と関係のない人物だったことがこれまでにない政治家であり、既得権益の腐敗にメスを入れることができることが期待されていました。またもう一つは、ウクライナ東部戦線において、ロシア軍がドネツク人民共和国といったウクライナ国内の武装勢力を装ってウクライナを攻撃していることに関してロシアと話し合いができることもまた期待されていました。しかし、東部地域ではロシア軍民兵による停戦違反破りといったものが続発し、戦争はなかなか収まりませんでした。また、コメディアン上がりのゼレンスキー氏は政治家としての人脈なども乏しかったことから、ウクライナ国内の腐敗撲滅運動は十分な成果を上げることができませんでした。そのため就任当時は支持率 80% だったものが徐々に低下し、支持率 37% まで低下していました。そのような状況を見て、プーチン大統領は、ゼレンスキー氏はウクライナ国民からの信頼が薄く、またコメディアン上がりの人物であることから、軍事力で叩けばすぐに逃げ出すだろうと考え、ウクライナへの本格的な侵攻を決断しました。それが2022年の2月における
ロシア軍の全面侵攻です。ただしこの時のゼレンスキー大統領はプーチン大統領の予測を裏切りました。彼はウクライナの首都キーウに留まり、軍と国民に対して抵抗することを呼びかけたのです。そのため 37% まで落ちていた支持率は 90% まで回復。以後、戦争の長期化に伴って 77%、64%、59%、そして現在の 57% と 90% と比べると支持率は低下しているものの、これは戦争の長期化に伴う戦争疲れといったものがあるからであり、支持率が低下することそれ自体は防げないでしょう。しかし、少なくともたった 4% という数字は全く聞いたこともないような話です。そのため、ロシア側が流している偽情報だという批判が出るのも当然のことでしょう。なお、地域別の支持率はこちら。左から西部、中央部、南部、東部と並び、いずれも 50% 以上の支持率を獲得しています。そして、この戦争を始めたのがウクライナだとするトランプ大統領の発言に対し、アメリカ国内でも批判している人たちがいます。例えば、第一次トランプ政権で副大統領を務めていたマイク・ペンス氏は X でこのように発言しています。大統領閣下、ウクライナはこの戦争を始めたのではありません。ロシアは挑発もされず残忍な侵略を開始し、数十万人の命を奪いました。平和への道は真実の上に築かれなければなりません。ロシアがウクライナに侵攻、ヨーロッパでは第二次世界大戦以来最大の攻撃、2022年2月24日、同じく第一次トランプ政権でトランプ氏の側近となっていたジョン・ボルトン氏は X でこのように発言しています。トランプ氏のゼレンスキー氏とウクライナに対する発言は、アメリカ大統領がこれまでにした発言の中で最も恥ずべきものの一つだ。我々のウクライナ支援は決して慈善事業によるものではなく、国内での生活様式は海外での力にかかっている。一方、ロシアのメドベージェフ前大統領はトランプ氏に絶賛の言葉を送っています。トランプ大統領がゼレンスキー大統領を選挙なき独裁者と批判した件について、トランプ大統領が200% 正しいと評価した。これは、プーチン大統領が継続的にゼレンスキー大統領に対する批判を繰り返していることから、この意見にトランプ大統領が賛同してくれたことが、ロシアの情報工作が大成功していることを示しているからです。さて、他国の侵略を受けた状態での選挙といったものを行うべきだとするトランプ大統領なわけですが、ドイツによる攻撃を受けていた第二次世界大戦当時のイギリスにおいては、選挙は実施されていませんでした。このような状況は他の国においても同様で、侵略を受けている状態での選挙といったものは優先順位としては低くなるものです。少なくとも攻撃された時点における首脳やその時の議会といったものは、その直前での選挙などで承認された人物であり、正当性があるからです。そのためヨーロッパ各国もトランプ氏の発言に批判の声を上げ、ゼレンスキー大統領が正当なウクライナの代表者であることを表明しています。この件に関して日本人が自分のこととして考えた場合においては、少し例え話を用いる必要があるでしょう。例えば、ロシア軍が北海道と東北地方を占領し、現在戦線が北関東に迫りつつある中、国政選挙を行い、各地で選挙演説などを行って民意を確かめるべきだというような話をしているのと似ているものがあります。国会においては選挙のために議員が一旦職を失い、身分を失った議員たちは地元選挙区に戻り、選挙活動に営むことを進めるべきだといったような話をしているわけです。まさにこのような話がその通りだねと考えるのは平和ボケしたお花畑な人たちの思想で、現実とは全く乖離しています。他の国からの攻撃を受けている最中での選挙というのは、直接的に投票所が攻撃される危険性もあるし、また、情報工作を行うなどによって、その国の内部に対立構造を生み出すことにも非常に都合の良い状況ともなります。日本には残念ながらそうした状況に応じた対応といったものが理解できない人たちがある程度いるのは残念なことです。さて、そんなトランプ大統領なわけですが、アメリカにおける支持率もちょっと見ておきましょう。
トランプ氏支持率 44% にやや低下。経済運営に懸念強まる。ロイターの世論調査によると、トランプ大統領の支持率は先月末からわずかに低下した。各国に関税発動をちらつかせる中、経済の方向性を懸念する国民が増えている。2月18日までの6日間行われた世論調査では、回答者の 44% がトランプ氏の職務遂行を支持し、先月下旬の 45% からわずかに低下した。1月20日の就任直後は 47% だった。一方、不支持率は 51% で、就任直後の 41% から大幅に上昇した。インフレ対策への取り組みを支持した回答者は 32% にとどまった。共和党の主要経済対策に国民が失望している初期の兆しである可能性がある。支持率の比較をした場合において、トランプ氏の国民の支持率はゼレンスキー氏より劣るものでしょう。ただし、アメリカにおいては共和党と民主党二大政党制であり、通常時において大統領の支持率が過半数を大幅に上回るといったような状況を生み出すのはかなり困難なものです。トランプ氏にとっての岩盤支持層の共和党支持者は、たとえトランプ氏が失勢を続けたとしても、ある程度の支持を続けることでしょう。さて、そんなトランプ政権なのですが、一つ中国の高笑いも聞こえてきそうな話が出ています。アメリカ国防長官、国防費 8% 削減へ指示、国境警備など優先のため。アメリカのヘグセス国防長官は、トランプ大統領が優先事項に掲げる国境の警備などの事業に予算を振り分けるため、国防費の 8%、日本円にして7兆5000億円余りを目標に削減可能な事業を特定するよう国防総省に指示したことを明らかにしました。削減の対象について声明は、前政権で軍を後退させた不必要な支出として具体的な事業を挙げていませんが、アメリカの有力紙ワシントンポストはヨーロッパや中東、アフリカに展開するアメリカ軍の部隊が削減対象になる可能性があると伝えています。大統領選の時、トランプ氏はウクライナ支援に反対の意見を表明していました。それはバイデン政権を批判する意味というふうに私は解釈していたのですが、どうやらトランプ氏の本心としてウクライナ支援はすべきではなく、むしろプーチン大統領を応援すべきだという考えだったようです。また、バイデン大統領がボケているんじゃないかという発言を何度となく繰り返していたトランプ氏ですが、残念ながらトランプ氏もまたちょっとボケているところがあるようです。ウクライナのゼレンスキー政権はアメリカから3500億ドルの支援を引き出してアメリカ国民から多くの富を持ち去ったという話をしています。しかし、アメリカによるウクライナ支援は軍事支援が670億ドル、人道支援が310億ドルと合わせても1000億ドル程度ですから、トランプ氏の認識とかなりかけ離れたものとなっています。また、時系列についても全くのぐちゃぐちゃになっています。バイデン政権がウクライナに対する支援を行い始めたのは、ロシア軍による本格的な侵攻が始まった後の話で、議会がそれに応じて予算を承認しました。しかし、トランプ氏は全くの逆で、ウクライナがアメリカからの軍事支援を受けたことにより、ロシアとの戦争を始めたんだという全くの時系列が逆になっています。アメリカの議会は共和党と民主党の双方がいて、予算案などについて審議を行い、決定されるものであり、大統領の一存で決められるものではありません。また、時系列について全く逆の話をしている点などについては、トランプ大統領の頭の中ではかなりのデマ情報があちこちくっついて無茶苦茶な話になっているのでしょう。こうしたあちこち事実と矛盾する話をし続けるトランプ大統領の発言に関しては、第一次政権の時の側近だった人たちも批判しているといったことを述べましたが、陰謀論大好きな人たちからは大歓迎されています。しかし、それらの人たちの便乗している発言などもやはり事実とは異なっています。例えば、ウクライナは世界最悪の腐敗大国であり、だからこそ攻められても仕方ないんだみたいな話をする人がいるわけですが、これらの人たちは残念ながら世界腐敗指数ランキングの数値を全く読み違えています。ウクライナの腐敗指数ランキングは104位、一方でロシアは154位です。親ロシア派の人たちはこの数値を聞いて、ロシアの方が数値がでかいではないか、やはり私たちの方が偉大な国だというような話をします。しかし、腐敗指数ランキングは1位が一番正常国であり、154位というのは全体から見れば底辺国です。指数がどのようなランキング付けをしているかを全く理解せず、
数値が大きい方が偉いんだという考え方は全くの間違いでしょう。また、本格的な侵攻が始まる前の段階において、ドネツク人民共和国などが停戦合意を破ってたびたび軍事行動を起こしていたことなどに関しても、ロシアの関与が全くないなどと嘘を何度となく繰り返し言い続けています。ロシア軍が兵器を供給し、ロシア兵たちが国籍を偽って私たちはウクライナの住民ですといったような嘘を言うことによって、ドネツク人民共和国の武装集団は成り立っていました。それらの中には、ロシア軍の対空兵器をウクライナ東部に持ち込んで、民間旅客機を撃墜し、ウクライナの輸送機を撃墜したと嘘の報告などをした人たちもいます。後にこのロシア兵による民間旅客機撃墜事件については、ロシア軍人の行ったものだとして、犯人たちの名前もまた確定された事件となっています。そして、トランプ大統領はこの3年間の間で、ロシアのプーチン政権との間で和平交渉はできたはずだと言っていますが、これもまた大きな誤りだと言えるでしょう。というのも、プーチン大統領の突きつける条件といったものが全く飲めないものだからです。プーチン政権が突きつけた条件というのは、まず第一に、現在のゼレンスキー政権は退陣し、親ロシア派政権を樹立しなさいというもの。第2に、ウクライナ軍の解体。ロシア軍が侵略するにあたって邪魔なウクライナ軍は解体しなければならない。これはウクライナの属国化を要求するものです。そして、第3の要求というのが、ウクライナの中立化、NATO に加盟を目指さない、EU への加盟を目指さないといったような形で、経済圏や安全保障などについても、ヨーロッパ側にこれ以上接近するなというような内容でした。そして第4の条件が、ロシア軍の制圧地域については、これをロシア領に併存することをウクライナが正式に承認しなさいというものです。およそまともな停戦条件ではありませんから、この条件を飲んでいれば、これで済んだといったような発言は全く的外れなものと言えるでしょう。またトランプ大統領も言いますが、無抵抗でさっさとやられればいいじゃないかという発言は、侵略者が望むままに全てを捧げようと言っているような話で、かつて欧米列強が植民地国家を次々と獲得していった時代へともう一度戻るべきだといったような話と全く変わりがありません。第一次世界大戦、第二次世界大戦と世界の主要国家が国家総力戦を戦ったといった歴史を振り返れば、そのような時代へと戻すのはまさに愚行としか言えないような考えだと私は思います。このことが理解できないのであれば、日本に置き換えてみて考えを深めてみてください。例えばロシア軍が北海道と東北地方を占領し、現在最前線は北関東地方に伸びている。そのような状況で議会は解散し、ロシアが望む人物が国会議員となり、首相を選任し、日米同盟を解消し、どこの国とも同盟関係を持たず、ロシアの占領した地域について、ロシアへの併合を日本として正式に認めなさいといったような内容で、さああなたはそれだったらいいんじゃないと考えるのか、それともまともな要求ではないと考えるか。2022年、ロシア軍による占領によって、ウクライナの住民たちが全く戦闘とは関係ない民間人がロシアの支配に対して批判的な声を上げたといったことから拷問を受け殺害され、女性たちが強姦されていたといった事実を忘れてはなりません。戦闘行為に加わらないんだから命の保障がされるといった考え方はそれこそ妄想に過ぎないといったことを忘れてはなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。